キキのお父さん、オキノはですね、娘が旅立つ時にですね、辛かったらいつでも帰っておいでっていうふうにですね、抱っこして辛かったらいつでも帰っておいでっていうふうに言っちゃうんですけども、これもですね、宮崎駿はロマンアルバムというのがあるんですよね。魔女の宅急便のロマンアルバムがあるんですけども、この中でですね、そんなことを言う親はろくなもんじゃねえっていうふうに吐き捨ててるんですよ。宮崎駿にとっては、そんなことを自分の子供に言っちゃうから、辛かったりしても帰っておいでなんて言っちゃうから、子供はいつまでも成長できないんだっていうですね、ふうに言ってしまうんですね。だから作家宮崎駿、アニメーター宮崎駿にとってキキの両親っていうのは、子供を甘やかす甘い現代の父親と母親なんですよ。宮崎駿がこの魔女の宅急便の中で描こうとした世界っていうのは、自動的にこういうふうになります。まともに子育てもできないダメな両親に育てられた女の子。その女の子はもう自分のことしか考えられない。だから自分が他の人に何ができるかより何をしてもらえるかばっかりを考えている。そんな甘ったれが一人で生きていけるようになるためには親を超えなければいけない。親を超えて踏ん張る話だと。だから苦労をいろいろすると。で、立派な魔女になる話じゃないんだと。これ立派な魔女になるんじゃなくて、まともな人間になる話なんだ。これ、まともな人間になるために修行するっていう、こういう映画をですね、作ろうとしたんですね。割とね、破天荒なアンチファンタジーなんですよ。宮崎駿が描こうとしたのは。ハリーポッターとまるで逆なんですね。魔法使い説の成長ではなくて、人間としての成長を描こうとしてるんですけども、じゃあこの親が毒親かと、ダメな両親っていうふうに言ってるんですけども、描き方はどうかっていうとですね、宮崎駿はすごい愛着というか愛情を描いてるんですよ。もう描き方がですね、すごいね、愛情入ってるんですよ。だからダメな親だというのは思いながらも、その気持ちわかるよっていうふうに愛情たっぷりに描いてると。魔女の宅急便の絵コンテなんですけども、キキ両手を広げて、お父さんって呼びかけるんですね。で、高い高いしてっていうふうに、小さい時みたいにと言うと。そうすると、父親がですね、瞬時にキキの気持ちを分かって、元気よくっていう。手を広げるんですね。キキを抱っこして、高い高いっていうするシーン、ですね、ぐるぐる回るシーンがですね、割と長いんですね。なんでこのシーンあるのか、なんでこの高い高いするシーンが必要だったのか。これもやっぱその映像でしか説明されないんですけども、このシーンにね、宮崎駿のキャラクターに対する愛情と、あと、現代に対する主張と両方入ってるんですよ。なんで高い高いなのかなんですよ。抱っこじゃなくて。それはね、キキは、こっから先魔法で空を飛ぶことになるんですね。自分の実力で空を飛ぶことになるんですけど、キキが望んでるのはパパの力で高い高いしてもらうことなんですよね。自分の娘は空を飛んで知らない街に行くこと不安がってる。そうじゃなくて、パパの力で空を飛びたい、高い高いしてほしいのというふうに子供帰りしてるんですよ。で、それをお父さんが分かって高い高いしてあげるわけですね。甘えん坊のキキもやっぱり宮崎駿は可愛いと思っちゃうからお父さんっていうシーンがすごい可愛くなっちゃうし、あとそのついつい甘やかしてしまうキキの父親も、やっぱ宮崎はやっぱ大好きなんですよね。でも、こういう愛情がキキをダメにしてしまう。大人になれなくしてしまう。なので、これさっきから僕が言ってるのはですね、妄想みたいに聞こえるかもわかりませんけども、実はこれ伏線なんですよ。この高い高いシーンっていうのは中盤の落ち込みのですね、伏線になっています。コリコの町にですね、最終的にキキは修行に出て、で、雨の日にですね、無理して配達をすることでですね、キキは風邪をひいてしまうんですね。で、お園さんがですね、つまり世話になっているパン屋のおかみさんです。おかみさんが見舞いに来てくれるんですね。見舞いに来てミルク粥を作ってあげるよって言ってミルク粥を作ってくれるんですね。で、お園さんはですね、お粥を作って、よそってくれて置いとくんですけれども、夫婦して食べさせてくれるわけではないですね。甘い親みたいな夫婦して、はい、食べなって言うんじゃなくて、ちゃんと、食べなきゃダメよって言って、そのまま部屋をそっけなく出ていくんですよ。で、それに対してですね、キキは思わず声をかけてしまうんですね。お園さん。お父さんっていう時の口調と同じなんですよ。お園さんって相手の名前を言うだけなんですよ。そうするとお園さんが一瞬止まって振り返って、なんだいって答えるんですね。んって聞くんです。そうすると、キキは、なんでもないっていうふうに言えるんですよ。これ、キキがね、なんでもないって言えたのがもう大進歩なんですよ。本当はキキはもうちょっとここにいてっていうふうに言いたかったんですね。何か不安になった時にお父さんに抱っこして高い高いしてっていうのと同じように、自分が一番不安な時にもう少しここにいてっていうふうに言いたかったのを飲み込めたんですよね。これがもうキキにとっての大進歩、成長なんですよ。で、
親以外の他人の行為を受け止めて感謝できて、で、だからといって甘えてですね、もうちょっとここにいてというふうに、なんとかこらえて言わなかったと。で、このお園さんもですね、この時のこの絶妙な距離っていうのは何か。この時にね、お園さんって言った瞬間にお園一歩下がるんですよ。戸口から一歩下がって、この危機のところへ戻ろうとしてくれるんですね。でも、お園さんその位置で立ち止まってるんですよ。で、って答えると、これ何かというと、もうちょっとここにいてくれっていうのを言いたいのを我慢している危機の気持ちを気づかないふりしてくれてるんですよね。この演技が本当にすごいタイミングです。だから、お父さんと呼びかけた危機の気持ちを察してあげて、甘えさせてあげてしまう父親と、お園さんと呼びかけた危機の気持ちをあえて気づかないふりをしてスルーしてくれるお園さんですよ。この二つのシーンですね。このお父さんとお園さんのそれぞれのシーンがちゃんとね、その伏線と回収になってるんですよね。今時のこれアニメだったらですね、多分お園さんは甘えたいんだろう、いいんだよっていうふうに言っちゃうんですよ、セリフで言って。で、そういうふうに呼びかけて、キキはですね、泣きながらお園さんに抱きついていって、我慢しなくていいのにバカだねっていうふうにお園さん言っちゃうんですよね。で、それを見てると多分観客は泣けるんですよ。でも、泣いた瞬間にそれはカタルシスになってしまうんですね。泣いた瞬間に心の中に引っかからなくなって、キキは寂しかったんだということしか覚えてないんですよ。でも、この、お園さんって言って、この、何でもないっていうふうな、このやりとりがあるからこそ、観客はそこで泣かずにカタルシスに持っていかないんですね。宮崎駿が書きたいのは、やっぱ成長であって、感動させることではないんですよね。感動を書きたいんではなくて、成長させることを書きたいと。だからなんで親と離れて一人ぼっちで暮らさなきゃいけないのかっていうと、これは宮崎駿の主張ですよ。キキの父親っていうのは甘えてくるキキを本当は一人暮らしするんだろう、もう子供じゃないんだからと、本当はお父さんって言った時に、高い高いしてっていう時に、お前もう子供じゃないんだろうっていうふうに、鈍感なふりをして、笑い飛ばさなきゃいけないんですよね。でも、それができないんですよ。親子だから。自分の娘が大好きだから。で、そんな娘が大好きな父親っていうのは、やっぱり宮崎駿は書きたいんですよね。で、でもお園はですね、その甘えそうになる気持ちを、危機の気持ちをですね、スルーして見えないふりをしてくれると。それはやっぱ親子じゃないからなんです。一歩踏み込んで、別に親子じゃないからそこまでしてあの子は甘やかさなくてもいいじゃないかというふうに、やっぱちょっと自分の中でブレーキがかかっちゃう遠慮もあるんですよね。だからこそですよ。人間というのは親から独立して暮らさなければいけない。でないと成長できないよ。大人になれないよと。この親から独立して一人暮らしをするって、これが魔女の宅急便の大テーマであって、それはもうファンタジーでも何でもないんですよね。なかなかね、これね、現代の我々にとっては、2020年の我々にとっては、耳に痛いし、心にも痛いんですよね、この宮崎駿の主張は。なんかこう、戦前に生まれたおっさんもやっぱり言うことが厳しいんですよね。そうは言われましても、まだ俺親の家にいるしっていう人は、多分見てる人いっぱいいると思うんですけども、なんかこう、ビシビシ来るんですけども、ただですね、この宮崎駿の主張をですね、見えないふりをして逃げちゃうと、スイーツなアニメになり下がってしまうんですよね。だからそれは子供の頃はスイーツなアニメとして楽しむっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、大人になってやっぱり見るときっていうのは、ちょっと大人の視点入れてみると、なんか、その登場人物に感情移入させるだけではなくて、割と見てる人に考えさせようという仕掛けがそこら中に張り巡らされている、かなり高度なアニメだというふうなことが分かって楽しめると思います。そうすると、なんだろうな、キキが風邪をひいて寝込んでる時とかね、あとね、コリコの町について、パン屋に住み込む前、丘の上でですね、絶望してた時とかはですね、キキはもうこの町は冷たくて、私のことがみんな大嫌いで、拒否しているように見えているんですね。で、その拒否されてる感じっていうのは、誰か優しい人がいたら報われるんではなくて、キキが一人暮らしをする辛さを乗り越えて成長して強くなったからこそ、実は最初から街の中とか人の間にわずかにあった小さい優しさに気づくようになったと。だからこの街が好きですっていうふうに最後親の手紙に書けるようになったんですね。なんだろうな、寂しくて孤独な人間っていうのは包んであげるんではなくて、まず寂しさとか孤独っていうのを当たり前のように耐えると、
そうすると、わずかな周りにある、実は普通のどこにでもあるような優しさとか思いやりに気がついて、ようやっとそこが好きになれるというですね。僕もこれを言いながら耳が痛いし心が痛いんですよ。そんなことは言いながら、もっとぬるい世界で暮らしたいですからですね。こんな引きこもってに、YouTube とかニコ生とかやってるわけなんですけども、魔女としての成長よりは人間としての成長っていうのを書いていると。で、この人間としての成長があった上で、ついに偉大なる魔力が発動すると。この人間としての成長があるからこそ、キキはですね、お母さんを超える偉大なる魔力を発動するという構造になっているんですね。